すっごいスーツケース重くなってんだけど。そしてロイヤルプロムナード、もう次のね団体客、次のクルーザーを迎えるためにバルーンがすでに設営されています。出港パーティーのバルーンですね。もう初日を思い出すね。次から次に出港するので、この船はもう次の出港準備ですよ。さあ船降りるか。みんな最後の写真撮影中だね。でここで C パスカードをピッとするともう船出ることができます。さようなら船よ。わあ降りたくないよ。もう降りたくないけど降りるしかないからね。降ります。出ました。これにて7日間のアイコン・オブ・ザ・シーズの大冒険終了。降りてしまった。今日日本に帰るんですが、今朝の9時前で、飛行機はなんと夕方の6時なので、半日マイアミで時間を潰さなきゃいけないんですが、スーツケースがあるからね、どうしようかな。船降りたらどっかで作戦会議だな。何しよう。マイアミもうやることないんだけど。これあれだ、2025年夏に登場する Stars of the Seas。 次はこれで会おうぜって、もう煽るよね。うわ、とりあえずねウーバー捕まりました。ウーバー捕まえるのにめっちゃ時間かかったけど、とりあえずベイサイドマーケットプレイスっていうのがあるので、そこに向かいたいと思います。ウーバーが一向に来ないのでタクシーに並んでます。で、決めました。今日のプランはウルトラミュージックフェスティバルの元々会場だったベイサイドパークのところで今日過ごそうと思うんですけど、ラゲージストレージサービスが、をやっているホテルを見つけたので、そこオンラインでラゲージストレージ今日半日予約しました。17ドルで荷物預かってくれるみたいなので、そこに行った荷物を置いてベイサイドパークで遊ぼうと思います。もう今ねカオスでね、うちが行こうとしてるのがベイサイドっていうそんなに距離がないから、みんなねドライバーが私を乗せてくれないんですよ。I know, that's a problem. Are you available? Are you open? Yeah. Ma'am, can I take this one? Yeah. I'm sorry. I wish I would have saw who didn't take you because I would have reported them. I'm gonna ask him if he could take me. Hi, I'm going to Miami San Hotel. Okay, thank you. あ、よかった。この女性がね助けてくれたからよかったけど、みんな乗せてくれなかった。ありえない。これぞアメリカ。So Miami San Hotel。Thank you, sir. It was chaos. みんな激横だよね。列もみんなさ守らずにタクシー取るから。This taxi offers a solution for visually impaired passengers. Please tap the center of the screen 3 times. そんなことありえないよね。タクシー並んでてさ、行き先伝えたらお前は乗せれない、後ろ行けって言われて、それ3回続いて、係員の女性にタクシーが乗せてくれないんだけどって言ったら、それはそんなことを本来しちゃいけないから、どのタクシーがあなたをリフューズしたか教えろって言って、いやもう行っちゃったみたいな言ったら、この女性がそういうタクシードライバーは本来ダメだからちょっと一緒に来てって言って乗せてくれました。あの女性いなかったら多分私タクシー見つからなかったね。ウーバーも来ないし大変。アメリカですね。 Do you want me to pay in cash? Okay, cash. 31ドルだけど、まあ40ドルあげよう。Is it here? Is it here? Okay. Keep the change. Yeah. Thank you.
Thank you very much. Have a good day. よし、マヤミサンホテル着きました。さあ彼は急いで次のお客さんを取りに行きましたね。ちょっとチップは弾んでみました。2つ星ホテルのちょっと簡易的なホテルなんですけど、ここで荷物預かってもらえるみたいなんで、ちょっと荷物を整理しよう。ここは前回いたマイアミビーチとは打って変わってマイアミのダウンタウンっていうエリアになります。ちょっとね夜とかは治安悪いらしくて、今もそんなに人通りはないんですけど、特になんもないって感じかな。ベイサイドの方とか行ったらもうちょっと観光地化されてるんですけど、ここはそんなに何もないダウンタウンですね。いわゆるさっきのタクシーの件、別にネチネチ言うつもりないけど、多分何が起きたのか気になる人いると思うんで、何が起きたか説明すると、タクシーの列がねすごい長かったんですよね。ウーバーが本当に捕まらないので、みんなタクシーにバーって並んでました。で並んでるんだけど、並んでる途中の人がねどんどんタクシーを割り込みで乗り込んでいくんですよ。だからちゃんと真面目に並んでる人は、おいあいつら列外れてタクシー取ってるぞみたいな感じで、もみくちゃになってました。で私は私でやっと自分の番になったから、タクシーの運転手にここに行きたいんですけどって言ってベイサイド見せた瞬間、ダメみたいな。でそれが3回ぐらいやって、なんで乗せてくれないのって思った時に、黒人の方、係の方がいたんで、係の方にすいません、タクシーの運転手に拒否されるんですけどって言ったら、そんなことしちゃいけないのよ本来はって言って、そういうドライバーはもうここには入場禁止にできるから、どのドライバーか教えてって言われて、いやもう行っちゃったんですけどって言ったら、私がもし見つけてたらその人捕まえてたけどねっていうことで、この人についてったら大丈夫そうだと思ったので、この人に私のタクシー一緒に探してくださいって言って、今回のお兄ちゃん捕まえました。でお兄ちゃんも私が係の人と一緒にいたから断るように断れなくて乗せてくれたんですけど、本来はタクシーの運転手多分歩合制なので、長い距離乗せた方が彼らの給料手取りが増えるんですよね。だからベイサイドっていう、車で10分ぐらいの距離だったんですけど、それをしぶしぶ乗せてくれました、私のドライバーは。なんかちょっとかわいそうになっちゃったから、フェア31ドルだったと思うんですけど、クレジットカードとキャッシュどっちで払うのって言われて、最初クレジットカードって言ったらすっごい残念そうな顔してたから、キャッシュの方がいいって言って、キャッシュの方がありがたいけどって言うから乗せてくれたしなと思ってキャッシュで支払いました。で細かいのもなかったんで40ドル払って、したら彼すごいニッコニコでありがとうみたいな感じやったんで、急いでもう次のあれですね、クルーズのお客さんを乗せに急いで戻りましたけどね、なんかアメリカやなってこういう時も思うよね。こういう時に日本じゃこんなこと起きないのになみたいな感じはすっごい思うけど、本当にアメリカってたくましく生きなきゃいけないなって思うよね、みたいなことがあったということでございました。よくある日常ですね。女性の方がすごいいい仕事をしてたので今回は助かりましたけど、マイアミマーケットプレイス、なんか買い物ができるところがいっぱいある。どこだろうな、ウルトラの会場は。ちょっとね買いたいものがあって、トートバッグ買いたいんですよ。理由が今日飛行機に無料でチェックインできるのがバッグ2つまでで、1個あたりの重量が23キロなんですけど、多分今ねスーツケース1個が23キロ超えてるんですよね。だからカバンを2つに分けてそれぞれが23キロを超えないようにしたいので、ちょっとねそのサブバッグみたいなのを買いたい。それが今日の買い物の目的です。ここですね。意外とちっちゃいな。ここがウルトラマイアミの聖地。周りはホテルに囲まれてて、ガンガンもうパーリーだったんですけど、ちょっと騒音問題でね、今はなんとかキーっていう島の方に追いやられてますけど、ここで行われてたんだな、ウルトラマイアミ。ずっと夢だったんだよね、ウルトラのマイアミに来るの。ここの会場は来たことなくて、新しい会場になった時に1回行きましたね。いいね。キーウエストツアー、キーウエストだ、そうそう、新しいマイアミの会場。ピア5、いいね。ベイサイドって感じだわ。クルーザーがあって。
いいですね。はい。It's small, eh? So beautiful. Yeah, it's small. Nice, Yeah, like it's very easy handy. to carry. Yeah, exactly. This one. はい、いいね。ホワイトパーティーがあるんだって今から。いいな、楽しそう。Alright, bye bye. 全身白でみんな着飾ってたからね、今日ホワイトパーティーあるのって聞いたらそうだよみたいな、はい、いいねって言ったら、あなたも真っ白じゃないって、確かにみたいになって、私も行けるぞホワイトパーティーみたいな今ねクロックス着たんだけど、アメリカのクロックスって厚底とかあってね、めっちゃ可愛いのよ。しかも今セール中で40ドルになってて、ちょっと買おうかな、記念品。普通にクロックス欲しいんだよね。可愛くない？こうやって名前入れてさ、この厚底歩きやすそうじゃん。これが60ドル。これちょっと高いね。さっきの安かったね。かわいい。どっちがかわいい？こっちか。こっちやね。すごくない？呪術廻戦のロゴとさ、ほらスクナの指がある。すごい。これかわいい。セントラルパーク、フレンズのねセントラルパークよね。 YKK とアメリカパームツリーで JP にパーシーピグに馬、キティちゃんセットがあって、これキティちゃんかわいい。キティちゃんにしよう。これでどう？予想以上のが来たんだけど、タイの丸揚げ、すごい。これクロックス買いまして、ちょっとお腹空いたのでご飯食べに来ました。メキシカン料理でハーバー沿いのね素敵なテラス席があったんでやってきましたが、すごいね。おすすめ頼んだらこれが来たよ。どうやって食べんのこれ。すごい魚の丸揚げがやってきました。こんなの初めて食べるよ。マイアミです。ちょっとマイアミ観光して帰ります。それではいただきます。This is this one. Yeah. Nah, it looks good, but I don't like this face bit. I don't want to see it. Yeah, it's good. 丸揚げしてるから、すごい高温で丸揚げしてるからサックサクだね。中はふわふわ。タイだよね、スナッパーって。豪快な料理だけど味は美味しいですよ。飲み物はバージンモヒートにしました。美味しい。暇だからクロックスでもデコろうかな。今日買ったやつ YKK、 これを押し込むだけらしいんだよね。お、本当だ、簡単についた。ちなみにカバンはこちらを買いました。ちゃんとチャックがジッパー付きなんでね、これで荷物預けられるのでこれで完璧です。さあそろそろ空港行くかな。ちょっと早いけどもうやることないし。マイアミありがとうございました。荷物ピックアップしました。これからちょっと荷物を仕分けして空港向かうんですけど、これいいサービスだよね。バウンスっていうサイトで荷物預けれるとこ探せるんですけど、こういうホテル、一般のホテルの受付の空き枠を検索できるサイトなんですよね。だからこういうホテルって大体リセプションで荷物預かってくれるじゃないですか。それを宿泊者以外にもサイト上で貸し出すっていうのがすごいめっちゃ便利だなと思いました。結構スーツケース預けれるところって限られてくるからね、ロッカーとかでも。ここは本当に安いビジネスホテルなんですけど、時間貸しで1時間単位で荷物を預けれるってめっちゃ便利なサイトだなと思った。マイアミからサンフランシスコに行きました。今深夜12時です。眠いです。これから日本に飛びます。11時間半のフライト、プレミアムエコノミーです。これにてマイアミ旅完です。ありがとうございました。最後まで見てくださって。それでは最後にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。